はいどうも皆さんこんにちは。スターディの河野玄斗です。今回ですね、僕がセンター試験20年分を徹底分析して分かった、ベクトルっていうのは結局全部こうやったら解けるじゃんっていう方法を紹介していきたいと思います。このセンター試験20年分徹底分析シリーズですね、今までに二次関数、三角関数、微積、あと群数列を出していまして、どれも好評で、そこの範囲では点数めちゃくちゃ取れるようになったっていう声が多くて、ベクトルも出してほしいっていう声がめちゃくちゃあったんですね。それで今回作ったんですけども、また超力作になりましたね。もうこれを見てもらえば、センター試験の問題見て、結局本当にこういうような誘導をつけてこういうことをさせたいんだなっていうことがもう全部わかるし、かつ、センター試験だけじゃなくて二次試験にまで繋がっていくと思うので、ぜひね、二次試験前とかも繰り返し見て理解してもらえたらなと思います。ということで、ベクトル、早速やっていきましょう。はい、それではやっていきましょう。センター試験20年分徹底分析、ベクトルを完全攻略していきましょう。今回の流れは、ベクトルの解放大全。最初に、ベクトルっていうのは基本的にこうやったら絶対解けるよっていう、そういったものをお話しして、それはもう2次でも使えるのでね。それをお話しした上で、過去3年分、2017年から2019年の試験を徹底解説していくと。その解説を通して、この解き方っていうものを再確認していただくという流れでお話ししていこうと思います。はじめに、ベクトルの解放大全ですね。ポイント。もうこのポイントを押さえるだけでだいぶ変わりますね。まず何をするかというと、視点を揃えた基準となる2つのベクトルを決める。これ平面ベクトルの場合ですね。視点を揃えたっていうのがまずポイント。で、基準となる2つのベクトル。基準ですね、これが。それが基準となるっていうことで、その2つのベクトル。これは平面ベクトルの場合。空間なら3つ。そのベクトルを決めると。ちなみにこの2つのベクトルだったり3つのベクトルっていうのは一時独立でなければいけないんですが、センター試験の範囲ではね、それはそこまで気にしなくていいかなと思います。で、任意のベクトルはその2つの線形和で表せるわけですね。どんなベクトルもこの基準となるベクトルを決めてしまえば、その基準を使って全てのベクトルがそれで表せるんですよ。全て。だから、これをまず決めて、それを基づいて全部のベクトルをこの2つのベクトルで表そうとしてみるっていうことですね。だから例えば、これ2つのベクトルを OA と OB だとしますよ。そうすると何がいいかというと、例えば CD を表せって言われたら CD ベクトルを OA と OB で表せるんですよ。で、その時にポイントになってくるのが、まず視点をね、揃えてあげるってことですね。OD-OC って。これしょっちゅう使うので、視点を O に揃えてあげるときに、後ろ引く前と。後ろ引く前ということをすることによって分解できるわけですね。これをしょっちゅう使うので、しっかりと、とりあえずこういうふうに分解するときっていうのは、基準となるベクトルっていうものをベースに視点を O にしてあげたいなって思ったときにこういうふうにするというわけですね。次、与えられた点がどういう点かを1になるように説明する。だからこの CD ベクトルを求めようって言われたら OD と OC に分解しますね。で、それぞれの点 D とか C とかがどういう点なのか。この D ベクトルっていうのがどういう点なのかっていうことをしっかりと説明すると。それが1になるように。で、その説明に基づいて式を立てるんですね。何言ってるかわかんないと思うので、具体的に簡単な例題を通して見ていきましょう。今、例えば三角形 A、B、C があります。で、ここに中点 E。ここに、じゃあ2対1だとしますか。2対1となるような D を取ると。で、BD と C の交点を F として、AF ベクトルを AB ベクトルと AC ベクトルを用いて表せたとしますね。そうすると、まず、基準となるベクトルが AB ベクトルと AC ベクトル。視点が揃ってますね。で、2つですね、ちゃんと。一時独立な2つのベクトルを基準としてあげる。これが1つ目。そうすると、任意のベクトルはその2つの線形和で表せるので、AF ベクトルも当然表せると。じゃあ、次、AF ベクトルを求めるにあたって、点 F がどういう点かっていうことを説明してあげるわけですね。点 F っていうのはどういう点かというと、CE 乗かつ BD 乗なんですね。BD 乗かつ CD 乗にするか。BD 乗かつ CE 乗と。このように表せるわけなんですよ。よろしいですか？ BD 乗って言われたら、点ってたくさんありますよね。その中で CE 乗って言われたら、もうここの F に一つに定まると。1になるってことなんですよ。これが。1になるように説明っていうのは、BD 乗であって CE 乗って言われたらもうこの点 F しかないよねっていう風になるわけですね。そうすると、
この BD 乗っていう式と CE 乗って式を立てて連立させてあげれば、それはもう点 F を求めてるのに他ならないというわけなんですね。だから点 F はどういう点っていう時に、じゃああと式立ててあげればよくて、BD 乗っていうのをどういう風に考えてあげればいいかというと、AF ベクトルっていうものが、はい、SAB ベクトル足す 1-S の AD ベクトルという風に表せますよという。要は F が BD 上にあるっていうのは AB ベクトルと AD ベクトルのこの係数の部分の和が1になるように AF ベクトルを AB ベクトルと AD ベクトルだけで表すと、ここの係数の部分の和が1になりますよっていう条件があれば BD 上と言えるわけですね。同じように点 F が C 上にあるっていうのは AF ベクトルがこの C と E っていうものを使ってあげて AC ベクトルと AE ベクトルとこういう形で表せるよっていうことをすればいいんですね。こういう風に表せるっていうのが BD 上の式の条件。こういう風に表せるっていうのが C 上にあるよっていう条件ですね。それを用いてあげると、あとはもう式で立ったんで、あとはこれ解けるはずなんですね。でも、どうやったら解けるんだっていうところで、そこでポイントになってくるのが、さっき視点を揃えた基準となる2つのベクトル。つまり、全部この2つのベクトルで表せるよっていう話なんですよ。だから、ここの AD ベクトルとか AE ベクトルとか AB と AC になってないところを全部 AB ベクトルと AC ベクトルに直してあげるわけですね。そうすることによって AD ベクトルっていうものが3分の2倍、AC ベクトルの3分の2倍と。これは3分の 2AC ベクトルと。この AE の方は2分の 1AB ベクトルですね。っていうことがわかるので、あとはこれを見てあげると、AB ベクトルと AC ベクトルが一時独立であるということから、2分の1括弧1引く t イコール s、3分の2括弧1引く s イコール t っていう2つの式が立つわけですよ。そしたらもう s と t が求まって、結果、その AF ベクトルイコール、その s、求めた s をここに代入してあげれば、AB ベクトルと、そのAC ベクトルで表せるようになるっていうわけですね。こういう風に考えていくわけなんですよ。で、これ一番スタンダードな場合だと思うんですけど、それをどんなに難しくなってきても、本当にこの考え方をベースにやってあげるといいというわけですね。で、ここで、要は基準となる2つのベクトルっていうのは、まずセンターではもう与えられてるんで、ここっていうのはぶっちゃけ考えなくていいんですけど、常に、2つの基準のベクトルってどれなんだろうなとか、空間だったら3つですね。空間なら3つ、どれなんだろうなっていうことをちょっと意識してあげるっていうことが重要だというわけですね。後でちょっと話すんですけど、座標が絡む場合。座標絡みの場合は、10と01が勝手に基準となってくれるので、あまりに考えなくていいというわけですね。これで大丈夫だと。基準がもうできてるので。ということで、あと、この次の1になるように説明っていう時に、それらに基づいて後で式を立てるんですよ。こういうふうに。だから、ベクトル的に式を立てられるように説明していく。要はこの BD 上とか C 上っていう直線上にあるよっていうのは、ベクトルで式を立てられるわけですね。だからこういうふうに、まずどういうふうに説明すればベクトル的な式を立てられるかなっていうことが必要と。それを考えるにあたって、じゃあどうやって式を立てるのかっていうことが分かんなきゃいけないと。ということで式の立て方に移ります。まず式の立て方の二次元的なところで言えば、例えば、点 P が直線 AB 上にある場合ってありますよね。それは、基本的には OP ベクトルっていうものが OA ベクトルプラス OB ベクトルって表せるときに、ここに入ってくる係数の和が1だと。こういう風に置いてあげれば確実にこの点 P っていうものが AB 上にあると言えるわけですね。こいつを図示してあげると、この点 P っていうのは AB を1-t 対 t に内分している点なんですね。1-t 対 t に内分しているっていうことから、OA ベクトルの方に t 倍されて、OB ベクトルの方に 1-t 倍されると。これ和が1だから普通にかけられるってことですね。こういう風になってるわけですね。これを式で表すとこういう風になると。で、ちなみに、これ直線 AB 上っていうのは、線分 AB 上ではないと。要は、突き抜けてもいいんですよ。ここに P があってもいいと。こいつらに P があっても問題ないというわけですね。そうしたらこれ、どういう時にこういう風になるんだって言ったら、この OA の係数か OB ベクトルの係数のどっちかが負になってる場合ですね。どっちかがマイナスになってれば、こっち側に行っちゃうんですよ。なるほど。負になったら、外にある場合なのか。要は、外にある場合も、負の値さえ認めてあげればいいと。もうちょっと詳しく言うと、
ここの点とか外の点っていうのは外分点ですよね。AB の外分点。だから例えば AB を1対2で外分してあげる点、線分 AB を1対2に外分してあげる点があったとするじゃないですか。これの点 P としてこの OP ベクトルを求めてあげるときにどうやってやってあげるかっていうと、これコツがあって、1対2に外分っていうものをマイナス1対2に内分と片方を言い換えてあげると。そうしてあげることによって、あとは、マイナス1たす2がたまたま今回1になるんですが、1になるので、そのままマイナス1の方を B にかけてあげて、2の方を A にかけてあげる。クロスしてあげるっていうことは一緒で、それをやってあげることによって求められると。OP ベクトルはマイナス OB ベクトル足す 2OA ベクトル。それ係数の間が1になってるんで大丈夫ですね。もし1対3に外分とかだったら、マイナス2分の 1OB ベクトルと2分の 3OA ベクトルになるというわけですね。ちょっと話はそれましたが、この係数が1になれば AB 上に常にあるということが言えるわけです。はたまた O がたまたま ABP と一直線になっている場合。一直線になっている場合は OP ベクトルっていうものが KOA というふうに言えるわけですね。もちろん OA ベクトルと OB ベクトルは定数倍だから、うまい感じにこういうふうに表せると。次に、垂直ですね。もうこれはいいですね。もう何も考えず、ベクトルの内積は0だというふうに言えればいいんですよ。これを押さえてもらえばいいですね。で、この後に、ちゃんと基準のベクトル、それぞれを基準のベクトルだけで表して、例えばこれ、OA と OB が基準のベクトルだったら、これを OB-OA っていう風に修正して、これを OD-OC という風に修正すると。そうすることによって、OD と OC もさらに OB と OA に戻してあげれば、内積が0というものの式が綺麗に立てられるわけですね。次に、絶対値ですね。ベクトル AB の大きさが〇〇とか、1とかね。大きさが絡んでくるものだったら、絶対値イコール1っていう風に表して、絶対値が出てきたら何をするかっていうと2乗なんですよ。2乗。絶対値が出てきたら2乗というよりかは、まずこの中身を基準となるベクトルで表してあげるわけですね。で、こういう風に2つの項が絶対値の中に入ってきたら、2つ以上の項が入ってきたら2乗してあげて展開してあげると。そうすることによってうまくいくことが多いというわけですね。とにかくここら辺をしっかりと押さえておきましょう。まずはこれが基本的なところと。で、あと空間ベクトルの方もありますね。空間ベクトル。空間ベクトルでさらに加わってくるのが、この点 P が平面ABC 上、平面アルファ上っていう風に言われることも結構あるんですが、あるよっていうところは空間ベクトルと加わってくるだけ。だからもう何も変わんないんですよね。これだけ押さえとけば大丈夫。これっていうのはすごく簡単で、こういう風に表せると。だから、ABC があって、O があって、この ABC 上に OP があるよっていう場合だとしたら、この OA ベクトルと OB ベクトルと OC ベクトルの表したときに、この係数の和が1だよっていうことを言えばいいんですね。係数の和が1になってればいいと。で、先ほども言ったように、これ ABC 上っていうのは平面、無限に広がっていく平面のどこを取ったとしてもいい。だから外にある場合はどれかがマイナスになってくるわけなんですね。これでいいと。ただ、いろんな方法があって、例えば OP ベクトルっていうのが、まず OA を出発にして、あとは AB ベクトルと AC ベクトルの線形結合で表せる。例えば SAB 足す TAC と。これで表せるよっていう風に書いてもいいわけですね。これ変形してあげると、ちょっと違うんですが、これ変形してあげると、要はこれと同じような形が出てくるわけですね。S と T と 1-ST-T がちょっと並べ替わってるだけなんですけど、それが出てくると。こんな感じで導くこともできるわけですね。で、これ、直線 AB 上の時もそうですけど、これ結局、基本的にこれで出してあげればよくて、誘導があれば、直線 AB 上にあるので、何々をこうやって置くと、こうやって置けるとか、いう風に誘導があると。だからそれに沿って、AB 上かつ、この点として見たいんだな。で、AB 上っていうのをこういう風な誘導で、式を立ててもらいたいんだなっていうことをちゃんと汲み取ってあげて、もう本当にそれに沿ってやってあげる。何も考えずに。で、出てきた式が、点 P が直線 AB 上っていうものを表す式なんだなっていうことを認識すると。そうすると、見通しがすごく良くなりますね。ここで一つ内積が出てきたので、内積とはっていう話に移りたいと思います。内積とは、この OA ベクトルと OB ベクトルの内積っていうものを考えるときに、内積って何なんですかね？これは何かっていうと、もう定義として、ここをシータとして置いたときに、もうこういうものだと。これは何かっていうと、OA ベクトルっていうものがまずあります。ここに遮影するんですよ。この OB ベクトルっていうものを遮影してあげる。遮影してあげたものがこれですね。こいつ。で、こいつと、
こいつの長さの積を求めてあげると。OA っていうのは、OA の大きさがここですね。で、OB コサインシータっていうのが結局ここの長さなんですよ。OB ベクトルの絶対値のコサインシータ倍っていうのはここの長さ。つまりこれは片方のベクトルに遮影してあげた時の積なんですね。長さの積。だから、垂直だったら当然、この OB ベクトルっていうものを遮影したとしても、点になっちゃいますね。長さが0だと。だから、0になるんですよ。内積が0。っていうのはすぐわかる。もちろんコサイン90度が0だからっていうのもあるんですけどね。よろしいですか？それを考えてあげると、例えば正三角形の内積とかもすぐわかるんですね。何も考えずに。これのベクトルとこれのベクトルの内積を求めようって言われたら、例えば一辺が1だとしたら、ここの内積っていうのは、ここの長さかける、ここに遮影してあげたここの長さと。そうすると 1×2 分の1で2分の1になるわけですね。こんな感じですぐ求まるわけなんですよ。頭の中でちょっとポッと水線を下ろしてあげて、遮影してあげれば求まるというわけですね。これが内積。これをまず押さえておいてもらった上で、内積の何が重要かというと、このコサインを絡めることができるということが試験ではすごく重要ですね。つまり、コサインシータ、角ですね、角シータっていうものをベクトルの中で絡めていきたいときっていうのが、2パターンあって、まずは図形的処理ですよね。この角が30度だからここ直角でここ60度とか、だからここ正三角形になるよとか、そういうような図形的処理に使う以外に、この式を使ってあげると。この式を割ってあげただけなんですけど、この式でもこの式でもいいんですが、とにかく、この内積の定義っていうものを絡めてあげるっていうのがすごく重要ですね。よろしいですか？その上で、もう一つだけ、内積絡みで話すと、面積っていうものも内積を使って表すことができますね。三角形の面積です。OAB だとしましょう。今、OAB。OAB の三角形の面積 S を求めたいときは、どういう公式があるかというと、このように表せると。これそろそろ出てきてもおかしくないですよね。OA の2乗と OB の2乗をかけてあげたもの引く内積の2乗と。これ、大体ですね、三角形のイメージとしては2分の1の OA の大きさかける OB の大きさじゃないですか。大体ですけどね、本当に。これかけるこれの半分ってしたいじゃないですか。だからこれルートの中にぶち込むとこれ2乗2乗になるんですよ。大丈夫ですかね。だけど、これだと大きすぎて引くんですね。何を引くかっていうと、内積の2乗っていうものが引かれると。だから、とりあえずこれを書いてあげて、引くこれの内積の2乗なんだと。で、これ2乗とかをちゃんと忘れないわけですね。でも考えたら当たり前で、だいたいこんな感じかなみたいな風に思ってあげれば、2乗2乗の部分はルートしてあげて、2乗が相殺されてっていう風にすると、ここに2乗ないとおかしいですよね。で、ここの部分内積入れてあげるんですけど、ここの2乗もちゃんと忘れない。でも忘れないのは当たり前で、っていうのも次元で考えてあげればいいんですよ。これ例えば3メートルと2メートルとかだとしますよ。そしたら次元で考えると、メートルの4乗ですよ、ここ。で、内積っていうのは要は次元は、普通にメートルの2乗になるって考えてあげると、メートルのこっちは長さの4乗の単位なのに、これ長さの2乗だとおかしいと。だから2乗で調整してあげなきゃいけないというのもなんとなくわかるという感じですね。今のはもう本当にこの公式をいかに覚えるかっていうところの話なので、もうこれ覚えてる方は今の無視してもらって大丈夫です。はい。ということで、だいたい全体像をお話したということで、過去3年分徹底解説に移っていこうと思います。それでは最初2018年本試験ですね。ちょっとね、解説の流れの都合上、2018年と2017年を入れ替えます。まず、A を0から1を満たす整数をする。三角形 ABC を考え、辺 AB を1対3に内分する点を D、バーっと書いてあると。図示してあげると、三角形がある ABC で、こんな感じですね。AB を1対3に内分する点を D、BC を A 対1引くに内分する点を E として AE と CD の交点を F とすると。で、FA ベクトルを P ベクトル。ここ P ベクトル、ここ Q ベクトル、で、FC ベクトルを R ベクトルと。このように置いてるわけですね。で、順番にやっていくと、AB ベクトルイコール、で、ここから選びなさいというわけですね。P ベクトルと Q ベクトルを使う。よくわかんないんですけど、とりあえず、これわかることは、まず、こいつらが基準のベクトルになるわけですね。ただ、基準のベクトルって平面だったら2つで十分じゃないですか。でも今回3つあると。
いうことで一つ多いんですよね。だから、このうちの二つを基準として考えてあげればいい。で、そうすると FC ベクトルとかも FA と FB で表せるというわけで、例えば基準を FA ベクトルと FB ベクトルっていう風に考えてあげて進めてあげればいいんですけど、まあ、とりあえず、普通だったら AB ベクトルと AC ベクトルって置きますからね。その、基準となるベクトル。あえてこういう風に置いてるから、もうよくわかんないけど、とりあえず誘導に乗っときましょう。誘導に乗っとけば大丈夫。で、少なくともこれ3つ多いなっていうのと、視点が全部 F だなっていうことで、視点を F に揃えてあげるのかなっていう感じでなんとなく誘導に乗っていくと。だから AB ベクトルイコールっつったら、視点を F に揃えてあげたいというわけですよ。これも FB-FA と。後ろ引く前だからね。後ろ引く前。後ろ引く前っていう風にすれば、FB ベクトル引く FA ベクトル。これ Q 引く P ベクトルになりますね。丸2と。こんなノリ。で、AB の2乗はって言われたら、そのとりあえず視点を揃えた形にしたわけですよね、これ。そしたら何をしたいかっていうと、2乗したいんですね、2乗。案の定2乗してます。で、これ展開すると、その、普通に x-y の2乗を展開するみたいなノリで、p2 乗引く 2pq 足す q2 乗みたいな感じでできるわけですね。はい、こんな感じです。よろしいですかね。で、次、fd ベクトル。ここのベクトルを p ベクトルと q ベクトルを用いて表すと、p と q で表すと、もう1対3に内分してるわけだから、4分の1倍 q にして、4分の3倍を p ベクトルの方にかけてあげればいいと。これはもうね、できなきゃダメですね。次。st をそれぞれ fd ベクトルイコール sr ベクトル、fe ベクトルイコール tp ベクトル。要は、fd ベクトルをその FC ベクトルの SR 倍。だからここ S 倍ということですね。FC ベクトル、ここの部分を SR 倍で、FE ベクトルを TP 倍としてあげてると。それはもう R ベクトルの一直線になるから定数倍でできると。こっちも同じく FA ベクトルと一直線になるから P ベクトルの定数倍でもう置けるよと。で、S と T を A を用いて表そう。この S と T を A を用いて表すと。この A を用いて表そうっていう問題ですね。要はこれ対これを求めようみたいな感じですよ、ノリ的には。で、普通これだったら AB ベクトルと AC ベクトルを基準としておいて、点 F っていうものがどういう点かというと AE 乗かつ CD 乗ってやって2つ式立ててっていう風にするのが自然な流れなんですけど、もうね、こういう置き方をしてる以上、ちょっとよくわかんない置き方をしてるんですよ。もうよくわかんない置き方してるから、なんかこう、いろいろやってあげてんな。わかんないけど、もう誘導に乗ったらできる。そういう場合は。もうね、鉄板の方法じゃないでやってるんだったら、もう誘導に乗っとけば大丈夫なんですよ。FD ベクトル、これ SR ベクトルであるから、丸2により、丸 2? これか。FD ベクトルが4分の 3P ベクトル4分の 1Q ベクトルっていうのがあって、で、FD イコール SR ベクトルであるから丸2によりっていうことで、これイコール SR っていう風に置けっていうわけなんですよ。それで何がなるかっていうと、Q ベクトルを P となんとか SR で表したいと。ってことは、Q ベクトルを P と SR なんとかみたいな感じで表したい。じゃあこれ移行して、この4分の1で割ってあげる。まあ両辺4でかけてあげると。いうことをしてあげれば、Q ベクトルっていうものが、マイナス 3P ベクトルプラス 4SR という風になるわけですよ。だからここに入れると、マイナス3と 4S か。はい、こんな感じ。もう誘導に乗ってあげる。次、FE ベクトルが TP ベクトルであるから。FE ベクトルが TP ベクトルであるから、Q ベクトルを、同じことをやらせてんのか。だから、さっきの FE ベクトルが A 対 1-A に内分してるということを使うと、FE ベクトルがクロスさせてあげればいいから、1-A の FB ベクトル足す A の FC ベクトルと。これが TP ベクトルになってるよっていうことで、Q ベクトルを P と R で表したい場合、移行して、ここの部分を移行すると、マイナス AR ベクトルになりますよね。1-A で両辺割ってあげれば、1-A 分の t とマイナス 1-A 分の A。1-A 分の t とマイナス 1-A 分の A と。こんな感じなのか。で、あるよーっていう風になるわけですよ。で、丸3と丸4により、つったら Q ベクトルがこうやってなってて、P と R が一時独立だからっていう風にするわけですね。これもう誘導に乗ってるだけ。マイナス3イコール 1-A 分の t と 4S イコール 1-A 分の A か。これを連立させてあげればよくて、S と t はつったら S がここで t がここですね。だからもうこれだけ見れば t が出てくる。1-A かければよくて、マイナス3でここに 1-A が入ってくる。で、こっちの S の方は4で割ってあげれば、4、すいません。ここマイナスだから、マイナス A ですね。ここが。で、1-A と。こんな感じでね、ここマイナスだからね。マイナス。すいません。はい。で、こういう感じで、フォーマットに合わないと、あれってなりますからね。よかった。ここでミスが気づけると。次、カッコ4。AB ベクトルの大きさと BA ベクトルの大きさが一緒。こ
ことここが一緒。こことここの長さが一緒だと。で、かつ、P ベクトルの大きさが1の時、P と Q の内積を A を用いて表そうと。まあ、要は、この2つの条件をうまく式に表してあげて連立させたいと。だからこいつらをどういう風に使っていくかなっていうことですよね。で、AB ベクトルと B ベクトルをイコールという風に見たときに、もうとりあえず2乗したいんですよ。こんな感じで。2乗を求めてあげて、で、従ってっていうことはもうこれイコールで結びつけてるんだろうなっていうもう、わかる。簡単。で、AB ベクトルイコール丸1により、丸 1? これ AB ベクトルを P と Q で表したな。そうだな。で、P ベクトルのところに1入れてあげたのか。だから1-2、P と Q の内積プラス Q の2乗だっていうのはわかる。で、また BE の2乗イコールなんとか。なんかある。でももう簡単。P と Q を基準にして表してあげたいわけですよ。P と Q を基準にして表してあげたい。つまり、この B ベクトルっていうものも P と Q で表そうというふうに考える。まあ、とりあえず、視点が F なので、B ベクトルもまず分解してあげると。FE-FB ですね。の2乗と。で、FE ベクトルっていうものが、FE ベクトルは、さっき TP ベクトルって置いて T が求まったと。P と Q で表したいから、FE をこれとこれで表しちゃダメですね。FE ベクトルを TP ベクトルっていう方向で考えてあげなきゃいけなくて、FE ベクトルはそのまま Q ですよね。だから TP-Q なのか。TP ベクトル引く Q ベクトルの2乗という風になるわけですね。だからこれをあとは展開してあげればよくて、だけど T っていうものがさっきマイナス3括弧1引く A か。T はマイナス3括弧1引く A。っていう風になっているから、これに気をつけてあげればいいだけですね、あとは。イコールで展開すると、9括弧1引く A の2乗、P の絶対値の2乗。まあこれが1なんですが、足す6括弧1引く A、P と Q の内積、足す9の絶対値の2乗という風に言えるわけですね。だからこれ P の2乗が1っていう風に考えてあげると、もううまくはまりますね。ここは9で、ここは6で、残りが1引く A と。である。従ってということで、AB イコール BE っていうものをこれで連立させろっていう風に言ってるわけですよね。だからこれイコールこれというのをやってあげると Q の2乗が消えて PQ っていう部分をうまく求めてあげたいわけだから移行すると。こっちに移行すると 6-6A 足す2だから 8-6A P と Q の内積イコールこれをこっちに持ってくればいいと。1-9括弧1-A の2乗と。だから P と Q の内積は全体を割ってあげますけど、9括弧1-A の2乗引く1にして、分子をきれいにちょっとやってあげると。そうすると 9A2 乗引く 18A 足す8と。で、このフォーマットに合うってことはなんか約分するんだろうなっていうのはもう容易に想像つく。因数分解してあげるとこういう風になるというので、ここが逆分できて、結果2分の 3A-2 が答えと。こんな感じですね。だから、もうとにかく誘導に乗ってあげてるわけですね、これは。どういう風に式を立てるかっていうところを、あんま考えずに誘導に乗ってあげればいい。少なくとも、やってることは、もう、こういう風な条件を一つ一つちゃんと式に落としてあげる。で、こういうのが絶対値が出てきたら2乗するとか、そういったものをしっかりと守ってあげれれば、何の問題もないわけですね。で、その時にちょっとずつ意識していったら、見通しがいいよっていうのが、P と R を基準にして置いてるのかとか、ここだったら P と Q を基準として考えてあげるから、さっきのこの FE ベクトルっていうものを表すときに、1-AQ 足す AR っていう風にせずに TP っていう風に見てあげるとか。あとは根本的に視点が F だなーっていうので、全部 F に直してあげる。ここの BE ベクトルっていうのも視点が F の方にまずは直してあげることによって P と Q で表せるようになるっていうね、基準のベクトルの視点に合わせてあげるっていうのが、こういう基本に沿ってちゃんとやってあげれば問題なく解けるというわけですね。それでは2017年の本試験ですね。座標平面上に点 A を通り、原点 O を中心とする半径が2の円周上に BCDF を順に正六角形の頂点となるように取る。ただし B は第一象限にあるとする。これは要するに、円があって、正六角形が ABCDF と順になってると。この点 A が20ですよっていうような条件ですね。まとめると。で、括弧1、点 B の座標は、点 D の座標はって言ったら、これはもう割愛していいですかね。1ルート3とマイナス20と。で、括弧2、線分 BD の中点 M。BD の中点 M と AM と CD の交点を N とする。AM と CD の交点。ここ M とすると、ここが M と。で、ON ベクトルを求めようっていう問題ですね。この ON ベクトル。はい、これをどうやってやるか。この後に誘導がたくさんあるんですけど、これ ON ベクトルを求めさせてるんですが、
これ別に誘導とかなくても求められるようにはしといてくださいね。ちゃんと。どういうふうに考えるかというと、まず、基準となるベクトルを決めるわけですね。二つ。だけど、今回の場合、座標の問題だから、あんま考えなくていいんですよ。っていうのも、10と01の二つが基準のベクトル。要はその、座標が、例えば、S プラス1、カンマ S というふうに表せるのがもう2つのベクトルを基準にして考えてる。2つのベクトルを基準にして考えてると一緒なんですね。S プラス1個の10ベクトルってやつと、S 個の01ベクトルっていうふうに見てるということなので。ということで、2つのベクトルは0110、1001ということがまず一つ言えて、その後何をしてあげればいいかというと、もちろん ON ベクトルのこの点 L の方がどういう点なのかっていうことを考えてあげると。点 N はどういう点っていうことを考えてあげればいいですね。そうすると、点 N っていうのはもちろん AM 乗かつ CD 乗っていうふうに言えるわけですよ。で、あとはこれをそれぞれ式で立ててあげて、連立させてあげれば、点 N の座標が出てくると。AM 乗、僕だったらこういうふうに置きますね。AM 乗ってことは、ON ベクトルが SOA たす 1-SOM というふうに置いてあげれば、絶対できると。CD 乗っていうのも全く同じようにやって、S と T を使ってあげれば、連立させられますよね。座標が2通りで表される。という感じで求めますが、ここではなんかちょっと違うような方法でやってると。ON ベクトルは OA プラス RAM。ON ベクトルは OA プラス RAM。OA ベクトル足す RAM ベクトル。これって何を言いたいかっていうと、点 N が AM 上にあるっていうことをこれで表していると。この OA ベクトルから、この定数倍進んでますよっていうことですよね。だから、こういう形で、この AM 上っていうのを表していると。まあそれは別にいろんな置き方があるので、僕だったらこういう風に置きますけど、こういう風に置けって言われてるからそういう風に従えばいいと。で、ON ベクトルイコール OD プラス SDC っていうのは全く同じように OD プラス SDC。ってことは DC 上にあるよ、CD 上にあるよっていうことをここで表していると。いずれにせよ、この点 N がどういう点かなっていうことを見て、1位に定まるように考えてあげてる。それが AM 上かつ CD 上っていうことを考えてあげてる。で、その時にその2つをこうやってうまくやってあげて、式を連立させてあげて解くという流れでやってあげてるわけですね。で、こういう風に置いてあげると AM ベクトルと DC ベクトルが必要なんですよ。AM ベクトルと DC ベクトル。ってことは、点 A と点 M、点 C と点 D、それぞれの座標が分かればいい。だから点 B がこれ1ルート3で、点 C がこれマイナス1ルート3で、点 D がマイナス2、0ということから、まず、DC ベクトルは分かりますね。DC ベクトルは逆だから OC-OD って見てあげればいいんですね。DC ベクトルは C-D ってやればいいから、1ルート3か。で、AM ベクトルは OM-OA っていう風にすればよくて、M っていうのはこれの中点だから、マイナス20と1ルート3の中点を求めてあげればよくて、点 M は1足すマイナス2の半分、2分のマイナス1と、2分のルート3か。っていう風になるから、AM ベクトルっていうのはこれ引く20と。だからマイナス2分の5と2分のルート3ですね。っていう風になっていくわけですね。で、あるから R イコール S イコール。もうこれ簡単ですよ。この2つの方法で表してるっていう時に、この AM ベクトルと、この AM ベクトルと DC ベクトルを一旦求めてあげることによって、2つの方法でできると。この1つ目の方が、OA ベクトルっていうのが20だから、20足す R 倍のこれ。つまり、ここから2-2分の 5R DC ベクトルこれを使ってあげると、マイナス2プラス S とルート 3S っていう風に表せるよっていうことがわかるわけなんですね。だからあとはこれを連立させれば終わり。X 座標と Y 座標が同じ。これはもう当然0と01が一時独立だからということでもあるんですが、これを連立させれば終わり。この右の式から R イコール 2S と。これをここに代入すると 2-5S イコールマイナス2プラス S になるので、6S イコール4で S イコール3分の2ですね。で、ここに戻してあげると R は3分の2になると。こんなノリで解けるわけですね。あとは ON ベクトルはつったらこのどっちか。まあどっちでもいいんですけど、こっちに入れてあげれば S3 分の2入れると。マイナス2たす3分の2でマイナス3分の4と、ルート 3×3 分の2で3分の2ルート3と。こんな感じで求められるわけですね。だからもう誘導がなくても本当はこういう、この AM 上かつ CD 上を式に表して連立させてっていうのはもうわかるわけですね。で、ちゃんと誘導に乗ってあげると、まあ、同じことやってんなっていうことがわかると。次、最後。線分 BF 上に点 P を取り、その Y 座標を A とする。点 P から直線 C にわーっと書いてある。ちょっともう一回図をここに書き直すと、
正六角形があります。で、BF 上に点 P を取り、その Y 座標を A とする。だからこれ 1A ってことですよね。座標としては。で、P から CE 上に引いた垂線と C から EP 上に引いた垂線の交点を H とすると。そうすると EP ベクトル、この EP ベクトルがこうやって表せることにより EP ベクトルを表す。なるほど。EP ベクトル。これ点 E の座標が、これマイナス1マイナスルート3ですよね。だから EP ベクトルは P-E っていう風にしてあげればよくて、2と A プラスルート3と。表せることにより H の座標、この交点を用いたいのか。A を用いて表すとっていう風に言われていて、同じ。H はどういう点ですかって言われたら、ここと、H っていうのはどういう点かというと、CH と EP が垂直、かつ PH と CE が垂直となるような点ですよね。点 H っていうのはどういう点って言われたら、PH が CE と垂直、かつ CH が PE と垂直と。この2つなんですよ。よろしいですか？この CE と、PH が垂直となるような H っていうのはたくさんあるんですね。H ここの垂線上だったらたくさんあるんですよ。だけど CH と PE もさらに垂直になるような点 H っていうのはこれ1位に定まるわけですよね。これはもうこの垂線と垂線とっていうところをしっかりとこういう風に置き換えてあげてるだけ。これでもう1位に定まるように説明できたから、あとはそれに基づいて式を立てる。PH と CE が垂直っていうことはどういう風な式が立てられるかというと、簡単で、Y 座標が A っていう風に言えますよね。Y 座標が A。だって CE と BF どっちも Y 軸に平行で、ここに垂直な線引いたら、X 軸に平行ですよね。だから Y 座標が変わんないんですよ、H っていうのは。っていうところにまず図形的に気づけるか。PH と CE が垂直っていうのは、H の座標が A ですよってさえ言えればいいと。H の Y 座標が A っていうものを使った上で CH と PE が垂直ですよっていう条件をどう使ってあげるか。簡単で、これは CH と PE、ちょっとここで EP ベクトルっていう風のを使ったんで、ここから CH と EP ベクトルの内積が0という風に言い換えれば終わり。あとは H の X 座標がわからないから、H の X 座標をラージ X として置いてあげると、ここのラージ XA、ここはもう A で確定なんですけど、A を点 H としてあげると、CH ベクトルっていうのは H-C と。C はマイナス1ルート3ですね。だから CH ベクトルっていうのはこれ引くこれ H-C の考えてあげると、X プラス1と A 引くルート3と。これと EP ベクトルはさっき求めた 2A プラスルート3ですね。これの内積が0っていうのを求めてあげればよくて、足す、和と差の積になってるから A2 乗引く9イコール0。だから、ラージ X、これ、移行してあげて、2で割っ、これ9じゃない ?3 だ。ルート2乗引くルート2乗だから。で、3になって、移行してあげて、2で割って、1を引いてあげれば、2分の3引く A2 乗引く1だから、2分のマイナス A2 乗プラス1か。マイナス A2 乗プラス1という風になってるわけですね。こんな感じで求まるわけです。だから、これもう全部一緒なんですよ。こういう風にちゃんと H の座標を求めたいってなったら、H ってどういう座標かなっていうことを、H ってどういう点かなっていうのを考えて1になるように定める、それぞれから分かることをちゃんと出していくというわけですね。次、OP ベクトルと OH ベクトルのなす角をシータとする。OP と OH のなす角をシータとするときに、コサインシータが13分の12。その時 A の値は何である？これ何を使うか。まず図形的にちょっと考えてみて、図形的になんかうまくいくかな？余弦定理とか使えそうですね。余弦定理。OP の長さの2乗足す OH の長さの2乗引く 2OP と OH とコサインシータのやつでできると。それが pH の2乗ですよっていう風にできる。それでもできる図形的にする方法が一つ。二つ目が、ベクトルを使うと。せっかくだったらベクトルを使ってみましょう。だからコサインシータっていうものを使いたい場合もすぐにあれを連想すると。このコサインシータっていうものを使うためには、もうこれを連想してあげる。内積の定義ですね。もちろん。じゃあ、あとは、これを使ってあげればよくて、H の座標もわかるし、P の座標も 1A とわかるから、簡単。1A とこれの内積は、これかけるこれ。だからマイナス2分の A2 乗プラス1足す A かけ A だから A2 乗ね。イコール OP の大きさっていうのは、
ルート1プラス a 二乗か。で、OH の大きさっていうのは、ルートこれの2乗足すこれの2乗。ちょっと割愛すると、ルートこれの2乗足す a の2乗。かけるコサインシータ13分の12。これをあとは解いてあげればいいだけですね。で、この中身がこれの2乗足すこれの2乗っていうのが、実はこれ、うまくやってあげると2分の a2 乗プラス1の2乗になるわけですね。だからここの部分が、実はルート外せて2分の a2 乗プラス1になってあげる。で、ここの部分を計算すると2分の a2 乗プラス1だから、これが消える。そうすると、ルート 1a プラス a2 乗がこれの逆数で12分の13になる。で、2乗して、1引くと144分の25になるから、それのルートでプラスマイナス12分の5と。ちょっとね、計算をね、超はしょりましたね。まあ最後、ちょっと計算頑張ってくださいって感じなんですけど、やり方は簡単っていうこと。よろしいですか？まあこんな感じですね。うん。ということで、2017年の本試験で分かることは、もうとにかく、もう誘導に乗りながら座標だったらあんまり考えなくていいんですが、座標だったらもう10と01が基準のベクトルになるからあんまり考えなくてよくて、その上で、その N とか、この H とか、どういう点かなっていうことを考えてあげて、それについてちゃんとそれぞれ式立ててっていうことをしてあげると。すごい基本的なことですね。で、コサインシータが出てくれば、この内積を使ってあげるっていうのも基本的なことなんですよ。っていうことは、本当に基本に忠実にやってあげればいい。最後。じゃあ2019年の本試験で締めます。これ空間ベクトルの問題ですね。空間も平面と一緒だということをしっかりと学んでいきましょう。はい。四角形 ABCD を底面とする四角錐 OABCD を考える。で、四角形 ABCD をバーっと書いてあるわけですね。これはどういう条件かというと、はい。AB イコール CD で、各 ABC イコール BCD だということですね。で、あと AD と BC が平行。だから等脚台形ということですね。これが等脚台形。で、その等脚台形を底面として、その頂点の部分が O ということですね。OA、OB、OC、OD が引かれていくというわけです。で、さらに OA ベクトルから OC ベクトルをこういう風に簡略化して置いてあげると、この6つが与えられているというわけですね。であるとする。で、バーっと問題があると。まず、1個ちょっとしたことなんですけど、錐体、こういう OABCD みたいな錐体を見るときは、本当に底面とその頂点の部分っていうものを分けてイメージしてあげると、すごくすんなりと理解できることが多いんですね。今回の場合で言うと、ABCD っていうものを底面として置いてあげて、そこに O がブワーッと広がってるっていうイメージを持ってあげると、頭の中で見やすくなるというわけですね。で、こういうのがあると。で、まあそのいろんなベクトルの問題を解いていくわけなんですけど、もうこれで、基準となる3つのベクトルがこれで定めてもらったという感じですよね。空間ベクトルで3つ必要でじゃないですか。だから視点が O、全部 O で、かつ、ちゃんとその3つの、互いに一時独立ですね。一時独立な、ベクトル3つを揃えてきたと。なので、あとはこいつらを使って全てをいろいろ、まあこう、ごちゃごちゃしてあげるわけですよ。じゃあ、カッコ1、各 AOC イコール、各 AOC。もう各 AOC って出てきたら内積ですよね、内積。もうコサインを使ってあげて、コサイン各 AOC イコール OA と OC と OA と OC の内積と。こういうふうに分けるんですが、まあ、今回は A と C の内積が0っていうことから、まあ、これをするまでもなく90度と。内積が0だったらするまでもなく90度。もしこういうのが内積が0じゃなかったら、これを使ってあげるわけですね。で、三角形 OAC の面積はって言われたら、直角なので AOC が直角だから OA と OC の積の半分ですね。直角三角形の面積だから。だから 1× の半分で2分のルート5。ここまでいいですかね。じゃあ次、BA と BC、BA、BC の大きさとかやって、であるから各 ABC イコール、これもう完全にコサイン ABC を求めさせるときのノリアン形っていうことですよ。はい。じゃあこれを求めていきたいんですが、何をするか。簡単ですよね。視点を O に揃えてあげるというわけなんですね。だから BA、BC も全部この基準となるベクトルに表してあげると。こういう感じ。要は、BA、BC っていうのは全部基準に直してあげることによってうまくいく。で、うまく直してあげるときに全部視点を O にするとき OA-OB と。後ろ引く前になるから、こういう風に書き表せるよっていうことですね。あとはもう展開して、これに沿ってあげるだけ。A と C の内積が0と。これが0。B と C の内積のを引くからマイナス3。A と B の内積を引くからマイナス1。で、B の2乗。大きさの絶対値の2乗を足すからプラス3と。だからマイナス1ですね。
じゃあ次 BA の絶対値はって言われたら、これも同じ。もう基準となるベクトルで表してあげると。で、絶対値で複数のものを足してっていう風になったら分かんないからもう2乗するわけですね。2乗すると A2 乗引く 2AB 足す B2 乗みたいな感じになるから、A2 乗は1、2AB はマイナス2になって、B2 乗の部分はプラス3になると。だから2と、ここルート2ですね。同じように BC の2乗も、C-B の2乗ってやれば、B の2乗足す C の2乗引く 2BC で3足す5引く6で2と。だからルート2になるわけですね。こんな感じで求められる。じゃあ、各 ABC はって言われたら、これと同じことすればいいんですよね。コサイン ABC が BA と BC の内積を BA の大きさと BC の大きさの積で割ったもの。だから、これかけるこれ分のこれで、2分のマイナス1。だから、コサイン ABC が2分のマイナス1だから、ABC は120度ということがわかるわけですね。だから ABC が120度なんですね、ここは。さらに、辺 AD と BC が平行であるから、BAD と ADC の角はつったら、ここ120度で、ここ120度だから、ここ60度と。はい。ここの図形逆でしたね。AD の方が長いと。まあ別にいいんですよ。最初で綺麗に書けるわけないんで、最初適当に書いて、その都度その都度必要に応じて、修正してあげればいいと。よって AD ベクトルイコール BC、なんとか BC ベクトル。だからもうこれは、空間っていうものは基本的に平面で切っていって見てあげるっていうのは鉄則なんですけど、今回 ABCD っていうところでしか出てこないと。ABCD で完結しますね。だから、ここだけ切り出してあげて、ここが同じ。で、ここが60度と。これ ABCD ですね。で、この時に、ここも60度。この時に、ここの長さとここの長さの比を求めましょうっていうこと。これはもうパターンで、こうやって水線を下ろしてあげるんですね。で、BA の大きさがルート2と。で、BC の大きさがルート2っていうことから、ここを書き込めるわけですよ。ここの長さがわかる。そうすると、あとは水線を下ろしてあげることによって、ここの部分とここの部分で、ここの長さがわかる。ここはルート2。で、ここの部分はルート2の半分ですね。そのことから、これ2倍になるわけですよ。AD ベクトルは BC ベクトルの2倍ですよっていうことがわかると。で、OD ベクトルは、この A と B とC を表すと。だから、まあ、OA を A ベクトル、OB を B ベクトル、OC を C ベクトル。で、そのままの勢いで OD ベクトルを D ベクトルって置きたくなるんですけど、空間だったら3つで十分だから OA、OB、OC。で、OD 自体も OA、OB、OC を使って表せると。じゃあ、それを実際求めてみようってなった場合、これをどういうふうに見るか。OD ベクトルをどういうふうに見るかというと、点 D ってどういう点かっていうふうに考えてもいいんですが、今回 OA たす AD って見た方がいいですよね。OA たす AD。こういう経路で行くんですよ、ということですね。OA たす AD と。で、これはここの伏線であると。これの AD っていうものを使ってあげればいいっていうことが、なんとなくわかるわけですね。ここの部分を 2BC っていうふうに置き換えてあげることによって、あとは、この視点を O に揃えてあげると。OC-OB にしてあげれば、A-2B たす 2C という風になるわけですね。また、四角形 ABCD の面積は何とかである。これはもう、ここの高さを求める。台形の面積なんで、上底と下底はルート2、2ルート2で分かってるから、あとは高さが分かればいい。高さは、これ、ここの部分見てあげれば、2分のルート6になるわけだから、ルート2たす2ルート2の3ルート2かける2分のルート6を半分にするわけだから、2分の3ルート3か。こんな感じになるわけです。じゃあ続き。三角形 OAC を底面とする三角錐 BOAC の体積 V を求めよう。三角形 OAC かな ?OAC を底面とする頂点が B と。BOAC の体積 V を求めようという話ですね。こいつを求めようと。3点 OAC の定める平面アルファ上に点 H をわーっと取る。これもう一回書いた方がいいですね。もう一回書きます。OAC を底面とする頂点が B の三角錐 BOAC の OAC を定める平面アルファ上に点 H を BH 垂直 A ベクトル BH 垂直 OC とが成り立つように取ると。要は水線を下ろしてあげてるってことですね。ここに H を取ると、この BH と OA が垂直で BH と OC が垂直。これは BH はこれ水線を下ろしてあげてるってことで BH ベクトルの大きさは三角錐 BOAC の高さであるということですね。高さを求めたい。で、H はアルファ上の点であるからってこうわーっと書いてあるんですけど、
今回、求めたいのは BH の大きさ。これもね、結局、もう誘導なくてもできなきゃいけない。これ、どういうふうに考えるかというと、H ってどういう点かなっていうことを考えてあげるわけですね。はい。H ってどういう点かっていうと、平面アルファ上っていうのが一つ。平面アルファ上かつ BH、そのアルファ上にあって BH 垂直平面アルファってことですね。ということで、この二つをうまく式に変えなきゃいけないんですね。で、直線と平面が垂直っていうのはどういうことか。これっていうのは、直線とこの平面上の2本のベクトル、平行じゃない2本のベクトルを取ってあげて、それらがそれぞれ垂直っていうふうに言えればいいんですよ。だからそれが今回の BH 垂直 A ベクトル、BH 垂直 C ベクトルっていうところに、これを分解してあげてるわけですね。これっていうのは実は当たり前で、二つ、平面アルファ上の二つのベクトルと垂直だったら、そのすべての、平面アルファ上のすべてのベクトルっていうのは A ベクトルと C ベクトルのその線形和で表せるわけじゃないですか。で、その線形和と BH の内積っていうのをやったら、こう、ね、こう分配法則を使ってあげることによって、BH と A の内積と BH と C の内積の部分の線形和っていう風に分解できるじゃないですか。だから当然ゼロになるんですよ。ちょっと今の説明分からなかった方はあんま気にしなくていいんですが、要は、この直線と平面が垂直っていうのは、直線と平面上の2つのベクトルが垂直になっていると。2つの直線が垂直になっているっていうことを考えてあげれば、2つのベクトル後、内積が0っていうのを2個考えてあげればいい。ということで、平面アルファ上とこの2つの3つを式表してあげればいいというわけですね。で、平面アルファ上っていうものをどういうふうに当てるかっていうと、さっき言ったような、足して1になる場合だったり、あとこれですね。OH ベクトルを SA プラス TC の形で表せると。今回 H っていうのは OAC で、ここのベクトル、ここの平面上にあるわけだから、OH ベクトルっていうのは SA ベクトルプラス TAC ベクトルという形で表せるわけなんですよ。だからこれが平面アルファ上っていうもの。あとは、この BH 垂直平面アルファっていうこの2つのものを使って連立させてあげればいいというわけですね。だから誘導なくてもできるはず。でも誘導に乗ってあげると。BH ベクトルと A ベクトルの内積が0と。で、こっちの BH ベクトルと C ベクトルの内積も0っていうことが垂直っていうことが言えるわけだから、これより式を立ててあげる。で、BH ベクトルっていうのも結局視点を全部揃えてあげると。わけですね。こっちも揃えてあげる。で、あとは A ベクトルと C ベクトルと B ベクトルで使って基準のベクトルで表してあげたいんだけど、OH ベクトルは一旦こういう形で表してるわけだから、この S と T を使って式が立つ、連立させて S と T が出る。実際にやると、A ベクトルとこの OH ベクトルの内積っていうのは、こいつとの内積っていうのを頭の中で思い浮かべてあげると、イコール、S×A の2乗は1と。A と C の内積はさっき0だったね、これ。で、A とマイナス B の内積はマイナス1になると。だから引く1だね。で、イコール0だから S イコール1と。じゃあ、こっちも同じように C との内積を OH 引く OB でやってあげると、A と C の内積は0と。で、C の2乗はルート5だから5と。だからこれは 5t マイナス B と C の内積ですね。B と C の内積が3と。だから引く3か。イコール0。イコール0になるから t は5分の3ということがわかるわけですね。こんな感じです。よって BH のベクトルの大きさはこれだが得られる。だから S イコール1、t イコール5分の3っていうのは何かというと OH ベクトルがわかるわけなんですよ。この1と5分の3を入れる。で、BH ベクトルを出したいわけだから、これ要はまた視点を揃えてあげると。OH-OB ってことですよね。で、さっき OH を全部 S と T、これも基準のベクトルで表したいんですが、S と T 求めたから、もうこれはすぐわかると。A ベクトル引く B ベクトル、プラス5分の 3C ベクトルと。で、これの大きさって言われたら、もうわかんないから2乗するわけですよね。2乗。で、あとはバーっと計算してあげると。これ A の2乗は何かな、足すに B の2乗何かな書いてあげる。25分の 9×C の2乗何かな。で A と C の内積0、A と B の内積のマイナス2と A と B の内積何かな。B と C、マイナス5分の 6×B と C の内積何かなっていうふうに計算して、それをバーっと足してあげるわけですね。そうすると、ちょっと計算割愛しますが、イコール5分の1か。だから、BH の大きさっていうのはこれのルート。だから5分のルート5ですね。これが得られますよっていう話ですね。
大丈夫ですか？で、従って、括弧1により、括弧1は三角形 OAC の面積が2分のルート5って出してると。2分のルート5っていうのは出してるわけだから、あとは V っていうのはこの高さかけて3分の1倍すればいいと。2分のルート5かける5分のルート5かける3分の1と。で、6分の1という感じですね。よろしいですか？で、括弧4。括弧3の V、この OACB っていうものを用いると、四角錐 OABCD の体積は何 V と表せる。これは底面の部分を OAC じゃなくて ABC と見返してあげることによって、底面の比に対応することがわかりますよね。底面の比に対応する。つまり、四角形 OABC の体積は、台形 ABCD の面積は三角形 ABC の面積の何倍ですかっていう問題と一緒になるわけですよ。だからあとは、上底と下底の部分見てあげれば、これ1対2だったら3倍になってますよね。高さが一定だから、上底足す下底が0足す1だったのが1足す2になるから3倍になると。さらに四角形 ABCD を底面とする四角錐 OABCD の高さはって言われたら、これよくあるパターンですね。高さを求めるときに、2つの見方をすると。要は、このさっきの三角形 OABC を底面として、この高さを求めてあげると全体の体積が求まる。逆に ABC の方の面積を底面として高さを求めてあげると。その体積を2通りの方法で表すっていうのはよくもう品質の形だと思うので、これも同じようにやってあげると。四角錐 OABC の体積が 3V だから、この全体の体積が2分の1になるわけですね。この2分の1っていうものを別の方法で、台形 ABCD かけるその高さ H かける3分の1。だから3分の1かける ABCD がさっき求めましたよね。2分の3ルート3。2分の3ルート3かける H と。これを計算してあげることによって、3分のルート3か。こんな感じになるわけですね。はい。ということで、無事全部解けましたと。もうわかりますよね。これで。本当に最初言った平面、パターン。まず、基準となるベクトルを決める。平面だったら2つ、空間だったら3つ。で、その点がどういう点かなっていうのに沿って式を立ててあげる。だから式を立てられるかっていうのが大事。で、その時に、もう、1になるように説明して式を立てていく。で、それは、誘導がなくても本当はできてほしいんだけども、もうセンター試験って完全に誘導があるから、もう本当に垂直とか言われたら、内積0取るとかね。もうこういう形で表せるって言ったら、表します。で、こういう BH ベクトルとか、そういうその視点、基準となるベクトルで表されてないものは、ちゃんとこう、視点を O で、後ろ引く前とかやってあげて、こうやったら、こう、基準のベクトルで出してあげる。みたいな感じでやってあげればいいわけなんですよね。で、絶対値が出てきたら2乗とか、角度が出てきたら内積を使ってあげるとか、もう本当にそこら辺パターンなんですよ。いかにパターンをパッと落とし込んでいけるか。これがやっぱり早く解くコツ。だからもう本当にこの動画で話した内容をしっかりとパターン化してあげる。頭の中で、こういう感じだったな、ベクトルっていうのはっていうのを一回さらっとでいいから確認してもらえると、もう大丈夫ですね。ベクトルは。難しいことはね、ベクトルで難しいっていうのはね、あんまりないんですよ。だから、今まで見てもらったように。もう全部パターンに沿って、誘導にちゃんと乗って、こういう式を立ててくださいね。だから垂直っていうことから、どういう式が立てられますか？あなたわかりますか？っていうことをやる。で、あとはこれよりっていうので、連立ちゃんとさせられますか？これ連立させれば S と T 出るよねみたいなさ、そういうような簡単なことしか出ないから。こういうパターンをしっかり押さえてもらえたらいいかなと思います。はい、ということで、センター試験受けられる方はね、ぜひ頑張ってもらえたらなと思います。もしこの動画良かったと思う方は、高評価とチャンネル登録、あと、こういう動画出してほしいよっていうコメントをぜひしていただけたらなと思います。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。